ピアニストの松永隆です。このトゥルーカラーズジャズのディレクターにもなっています。ジャズっていうのはこういろんな人との出会いの場がすごく多いんですね。例えば一曲譜面があると、それを皆さんがいろんな解釈をしてこう一つにも交わることができるんですね。カイル君はですね、ピアノにこう見つけた瞬間にパーッと飛び込んでピアノを弾いていく姿っていうのが本当にピアノ好きなんだなっていう風なのですごいピアニストになるんじゃないかなっていうふうに思いますね。木田カエル18歳です。ピアニストです。好きな作曲家いますか？カブーシン、レコーナー、ラフマニノフ、ショパン、シューマン、リスト、プロコフィエフ、チャイコフスキー、ムソルグスキー、ビリー・ジョエル、アバ、ビートルズ、チクコリア、曲いっぱいあります。ジャズのどういうところが好き？ジャズはね、一番はね、ブルースの感じが好き。スイングしながら好きだよ。カエル小さい時さ、自然の中に行ったらさ、風の音とかさ、森の音とかさ、ワンで言ってたね。自然はドミソとか、ミラドとか、ミソシ、ミラドとかいろいろあったね。それ何の音？ A マイナーと E と C。紀平カエルの父親で、すごく個性のある子が生まれてきてくれて、自閉スペクトラム、当時は自閉症って言ってましたけど、生きづらさを感じる部分もありながらも、すごく自分が楽しいものを一つ見つけて、それを自分の力で伸ばそうとしているんですね。やっぱり彼の一つの個性だし、すごく僕はリスペクトしてるんですね。カエルってピアノを弾かされてるのではなくて、音符を楽しんでるんですよね。だからその出てくる音が、ものすごくピュアで作為がないっていうか。サマースクールの、イベントで、障害者の方たちと普段ともまた違うジャムセッションというのができたんですね。やっぱり音楽っていいものはすごくいいんですよね。なのでそこで反応僕はこれ感動できたなっていうふうに思えたから、自分がやっぱり心を開いていると絶対に相手の方もやっぱり心を開いてくれると思うんですよね。やっぱりそうやって人を信じることから何かが始まるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
小沢彩子と言います。私はですね、筋肉がどんどんなくなる筋ジストロフィーという病気を抱えてます。手は今ここまでしか上げることができなくて、足は自分じゃ動かすことができないので、去年から車椅子に乗って生活をしています。私はやっぱり小さい頃から人と違うってことにすごく怯えて育ってきたんですね。みんなと私は違うんだってことにずっと苦しんできたので、そうじゃなくてどんな人もありのままで生きられる、私は全ての人に役割がある社会にしたいなと思ってて、この気持ちを書き留めてみんなに伝えたいっていうふうに思いますね。綾子の夫です。例えば立ち上がれなくなった時に起こしてあげるとかっていうこととかやって、そういうところは結構他の人にはそういうところでこう旦那さんに支えられてみたいな風に言われることも多いんですけど、逆にこう自分自身も彼女に結構支えてもらってる部分っていうのがあって、あなたなら大丈夫よっていうことをやればできるんだからとかっていう形ですごい精神的な支えになってくれるところがある人なので、綾子自身のその言葉といいますか、その歌に込められた思いっていうことだったりとか、そういったところをこう聞き取ってほしいなっていうのは思います。私にとって歌うことは生きることですね。今しかできないと思ってますし、生きてるから辛かったり悲しかったり苦しかったりするのと同じように、私にとっては歌うことイコール私が生きてる証かなと思ってます。嬉しい涙が止まらない出会いがまた一つ。松永さんのライブは1月やるよね。何が楽しみ？エリーゼのためにもしかしたらやれるかも。何をエリーゼのためにジャズカエルがアレンジするの？アレンジする。おー、いいんじゃない？それ松永さんに言ってみる。言ってみる。いろんな個性を持った方々が出演すると思うんですけど、その違いがどうこうハーモナイズされるかっていうか、私も楽しみなんですけど、皆さんも楽しみにしてもらえたらなと思います。世界中からですね、一流のミュージシャンたちが今回は集まってきて、そして日本からも木平カエル君であったり、小沢彩子さん、それからよよかちゃんだったり、セッションという形で、日本の3カ所ですね、ツアーをやります。多分他では絶対に見れないような楽しさっていうものがあると思うので、ぜひお越しください。